俺の名前は坂本俊也、28歳。不動産会社に勤めるサラリーマンだ。俺の家は俺が幼い頃から母子家庭だった。父親が他に女を作って出て行ってしまったので、母親が女手一つで俺を育ててくれた。早く母親を助けてやりたいと思っていた俺は、高校を出てからすぐに地元の不動産会社に就職した。その会社は大卒の社員が多かったのだが、俺はなんとか運よく入社することができた。会社に入ってから高卒であることを同僚や先輩にバカにされることもあったが、人一倍一生懸命働いていた。その甲斐あって俺の成績は少しずつ伸びていき、気がつけばまあまあ上の方になっていた。同僚や先輩からもバカにされなくなり、お前高卒なのにすげえじゃんと褒められるようになった。俺は仕事にやりがいを感じられるようになり、毎日バリバリと楽しく働いていた。しかしある時、一人の男が現れた。その男によって俺の人生は狂わされることになる。その男の名前は加藤健一。彼はもともと本社にいたのだが、どういうわけかうちの会社の営業部で働くことになったようだ。加藤は課長で俺の直属の上司になる。加藤はいつも俺が高卒だということをバカにしてきた。ある日、俺が誕生日に母親からもらったネクタイをつけていくと、おい坂本、お前ちょっとネクタイが派手なんじゃないか？仕事なんだからもっとちゃんとしたものをつけてこいよ。これだから高卒は困る。と言ったり、またある日は道が混んでいて遅刻したら、道が混んでたなんていいわけにならないんだよ。早めに家を出ればいいだけの話だ。ったく、これだから高卒のバカは嫌なんだよ。なんで東大卒の俺が高卒のバカなんて管理しないといけないんだよ。と言ったりした。加藤は自分が東大を出ていることが自慢で、何かと俺は東大卒だからと言ってくる。確かに東大を出ていることはすごいのだが、自分の能力をひけらかすのは性格が良くないのではないか。やはり誰もがそう思っていたようで、加藤は部内のみんなから嫌われていた。しかし加藤の親は有名な政治家らしく、社内で権力を持っていた。だからみんな見つからないように陰で悪口を言うしかできない。俺はなるべく加藤のことは気にしないで、目の前の仕事に集中するようにしていた。ある時、俺はついに日頃の努力が実り、月の営業成績が部内でナンバーワンになった。成績が発表された時、みんなが俺に拍手を送ってくれた。しかし加藤だけは俺を憎らしげに見て、ナンバーワンだからって調子に乗るなよ。お前が1位を取れるのはこの地方支社ぐらいだ。本社にはもっとすごいやつがいるし、大企業からしたら全然大したことないんだ。しかもお前はどんなに仕事ができたって所詮高卒だ。この世の中は俺みたいなエリート大卒じゃないと認められないんだよ。わかったな。と言ってくる。俺は思わず、どうしてですか？仕事ができるできないと学歴は関係ないんじゃないでしょうか。と言い返してしまった。
すると加藤は顔を真っ赤にして怒鳴ってきた。うるせえ、俺に逆らうな。お前は俺の部下らしくおとなしく言うことを聞いてりゃいいんだよ。車内がシーンとなった。俺はその空気の悪さに耐えられず、はいととりあえず加藤に従うふりをしたが、俺は内心では納得できていなかった。すごく悔しかった。その後、加藤が休憩で会社を出ると、同僚や先輩が俺に声をかけてきてくれる。おい、さっきの加藤の話は気にすんなよ。俺も仕事と学歴は関係ないと思う。最初は俺も高卒だってことバカにしてしまったけど、今お前は俺よりも全然仕事できると思う。応援してるよ。加藤嫌なやつだよな。俺はお前の味方だよ。そう言ってみんな俺のことを励ましてくれた。俺はすごく嬉しかった。同僚や先輩たちが応援してくれるからにはもっと頑張らないといけないな。絶対に見返してやる。そう思った。そして俺は翌日からもバリバリ働いた。しかし加藤はそんな俺にまた嫌なことを言ってくる。おい、お前そんなに張り切らなくていいぞ。どうせ大したことないんだから、俺以外のやつに褒められたって意味はない。どうせこの会社はバカばっかりで、大学出てるって言っても大した大学じゃない。そう言って俺だけではなく周りにいる同僚や先輩までもバカにした。もしかして昨日の話を聞かれていたんだろうか。みんな黙ってパソコンに向かい気づかないようにしている。そしてその日から加藤は俺だけでなく、俺と仲良くしている同僚や先輩に対しても暴言を吐くようになっていったのだ。俺がいつも仲良くしている同僚が、お前は坂本みたいな高卒のバカなんかとつるんでるから成績が伸びないんだよと怒られているのが聞こえてきた。俺が頑張れば頑張るほど、俺だけではなく俺の周りの人間にまで当たりが強くなっていく。俺は自分が頑張ることでみんなに迷惑をかけているような気持ちになってきた。だんだん俺は仕事を頑張る気力が起きなくなる。そしてナンバーワンだったはずの営業成績はどんどん下がっていってしまった。なるべく目立たないように仕事をしよう。その方がみんなのためだ。そう思うと俺はもう会社に行っても仕事を頑張れなくなっていた。そんなある日、唐突に加藤が驚くべきことを言ってくる。おいお前、明日から総務部に異動な。え？とっさに何を言われているのか理解できなかった。異動だよ、異動。なんでですか？営業部は人が足りてるんだよ。そんな。俺は突然のことにショックを受けた。同時におかしいと思った。そんなことがあるはずはない。きっと加藤が勝手に言っているだけだろう。俺はずっと営業しかしてきていません。いきなり総務部に行って何をするんですか？せえ、お茶組かコピーじゃないのか？ふっはっは、高卒にはお似合いだな。そんな、俺は営業しか経験がないのに総務部に異動なんて納得できません。あっそ。じゃあお前が働く場所はないからクビな。
はあ、お前最近全然成績良くないじゃないか。この仕事向いてないんだよ。だいたい高卒のくせにこの会社でずっと働こうなんて甘いんだよ。大卒エリート会社に高卒底辺は邪魔なだけ。そう言って加藤は外勤に行ってしまった。俺は納得できず部長に聞いてみる。課長から俺が総務部に異動だって聞いたんですけど、本当ですか？すると部長はうつむいて、ああ、本当だよ。すまんな。すまん。ちょっと今から会議だ。そう言っていなくなってしまった。なんと俺は加藤のせいで本当にクビになってしまったようだ。あの部長の態度を見ると、加藤の一存だけで決められてしまったということなのだろう。こんなひどいことがあってもいいのだろうか。翌日俺は加藤からさっさとやめろと圧をかけられた。確認したところによると、契約は来月末までだったのだが、やむを得ず荷物をまとめて会社を後にする。俺はしばらくの間、会社をクビになったショックで何もやる気が起きず、部屋に引きこもって呆然自失していた。しかしいつまでもこのままではいけないと、2ヶ月後から俺はハローワークに行って転職活動を始める。ところが俺はそれから面接に落ち続け、路頭をさまよっていた。どうすればいいんだ。あいつのせいで俺の人生はめちゃくちゃだ。俺はやけになってきて毎日酒を飲むようになった。貯金はどんどん減ってきていたが、もうどうにでもなれと自暴自棄になって飲み続けていた。そんな時、バーで酒を飲んでいると突然美女に声をかけられる。お久しぶりです。君は？彼女は以前勤めていた会社の美人社長秘書、松野美代さんだった。どうして会社を辞められてしまったのですか？辞めたんじゃない。辞めさせられたんだよ。俺は加藤からパワハラを受けていたこと、いきなり辞めさせられてしまったことなど、事の経緯を説明する。そうだったんですか？ひどい。まあ、もういいんだよ。でも、私許せないですね。仕返ししてやりましょう。あいつは政治家の息子だからね。難しいと思う。まあ、もういいさ。すると、松野さんは悲しそうに下を向いた。私、坂本さんは本当は仕事ができる人だって知っています。え？松野さんは俺の営業成績が1位だったことも知っているという。なぜ俺のことを知ってるんですか？すると松野さんはふふっと笑った。実は坂本さんが契約してくる会社の社長は営業の坂本くんっていう人がとてもいい人でよかったって後からうちの社長に言ってくる人が多かったんですよ。それでね、写真を見たら私のお兄ちゃんにすごく似てて、それで気になってこっそり見に行ったことがあるんです。そうだったんですか？はい。そしたらたまたま会社の前の横断歩道のところで坂本さんを見かけたんです。そしたら坂本さんの前を歩いていたおばあちゃんが転んじゃって、みんな見て見ぬふりだったのに坂本さんはすぐに駆けつけて助けてあげたんですよね。それを見て、ああ、きっとこういうところにみんな惹かれてるんだと思いました。そんなところを見られていたなんて、なんだか恥ずかしくなった。
そういえば、そんなこともあったかもしれないな。僕、おばあちゃん子だったんで、放っておけなかったんですよ。その後、松野さんは営業部の知り合いにも俺のことを聞いてみたそうだ。すると、仕事ができるし、後輩の面倒見がいいと評判だ、と聞いたという。しかし、ある時期から、俺の成績がガタ落ちしていたことが耳に入ってきて、心配していたそうだ。辞めたって聞いた時は、びっくりしちゃいました。加藤さんのパワハラ、そこまでひどかったんですね。でも、坂本さんは、絶対に将来成功できると思うので、頑張ってください。私、坂本さんの転職先、探してみますね。そこまで知ってくれるんですか？はい、ぜひ力になりたいです。ありがとうございます。俺は、すごく嬉しかった。俺のことを陰ながら見ていてくれた人がいたことが嬉しかったのだ。すると後日、松野さんがとある人を紹介してくれた。彼は笹島さんという。笹島さんはもともとうちの本社にいたらしいが、すごく優秀で会社を辞めて独立したらしい。なんだか聞いたことがあるような名前だった。坂本くん、久しぶりに会えて嬉しいよ。あ、笹島さん。その優しそうな顔を見て思い出した。笹島さんとは過去に一度お会いしたことがあった。用があって支社に行った時に君がいてね。その時は部長と話そうと思ってたんだけど、なぜかいなくて困っていたら君が対応してくれたんだ。そうでしたね。君はすごく丁寧に対応してくれて、とても好印象だった。最近松野から連絡があってね。会社を辞めたいきさつを聞いて、君を助けたいと思ったんだ。今まで大変だったね。加藤は厄介者だからな。それから俺は笹島さんの会社で働き始めた。笹島さんの教育のおかげで、俺の営業成績はどんどん伸びていった。ある日、もう君は一人でも十分やっていける。俺は他にやりたいことが見つかった。IT の会社を立ち上げようと思う。この会社は君に任せるよ。と言われた。突然のことに俺は驚いた。俺なんかでいいんですか？ああ、構わないさ。というか、君がいいんだ。わかりました。そうして、俺は笹島さんが作った会社の社長になった。最初は戸惑うことが多かったが、引き継ぎもしっかりしていたので、特に困ることもなかった。その後、俺は困るどころか、調子を上げて、会社をどんどん拡大していった。3年後、俺は以前いた会社の忘年会に来ないかと、松野さんに提案された。そこで、とあることを実行しようということだった。俺はその話にうなずき、当日その忘年会に出席することにした。席について案内された団体向けの個室に入ると、そこには見たことがある顔がいた。当時よりもさらに太って、人相がさらに悪くなっている加藤だった。加藤は俺にすぐ気がついた。あれ？お前なんで来たんだよ。無職が来ていい場所じゃねえだろ。松野さんに呼ばれました。なに？なんでこんな奴を呼んだんだ？加藤は松野さんを睨んだ。すると松野さんは俺の方を見て、予定通りにこう言った。お待ちしておりました。
社長、早速ですが彼の処分いかがいたしましょう。加藤が驚いた顔をしていた。俺はすかさず答えた。首ですね。何言ってんだこの高卒が。いきなり現れて偉そうに。気でも狂ったのか。狂ってるのはあなたですよ課長。今坂本さんはうちの会社の代表取締役なんです。はあ、こいつが。加藤は信じられない様子だった。俺は冷静に説明する。会社を買ったんですよ、社長に頼まれて。そんな、お前なんかが買えるわけない。周りがざわざわし始めていた。やだ課長、坂本さんが社長だって知らなかったんだ。全然真面目に働いてないし、会社のこと何も知らないのね。この間会社休んで愛人とデートしてたらしいぜ。最低。加藤は嫌われ者だった。社員たちはここぞとばかりに加藤を悪く言い始める。さらに俺が会社にいた時に仲が良かった同僚が加藤に向かってこう言った。クビになったんならもう帰ったらどうですか。すると加藤は同僚に向かって怒鳴った。そんなわけない。こんな奴が社長なんて俺は信じないぞ。するとそこに社長が現れる。本当だよ加藤君。社長。そういうわけだから帰ってくれたまえ。そんな。加藤は社長には何も言い返せないようだった。すごく悔しそうな顔をしてカバンを持ち、そそくさと出ていく。完全勝利だった。そう、俺は今やこの会社の社長なのだ。なぜそうなったかというと、半年前松野さんから連絡があり、社長が会いたがっているから会わないかと言われたのだ。いや、君があの支社で営業ナンバー1だったのに、なぜ辞めさせられたのかが気になっていたんだけど、新規事業がすごく忙しい時期でね、あまり追求はできなかった。松野からいろいろ話を聞いたよ。まさか今こんな大きな会社の社長を務めていたとは。それから俺は社長と何度か飲みに行くようになった。そして社長はある日こう言った。今実は会社の売り上げが悪い。君の力で持ち直してくれないか。そして会社を買ってほしいんだ。そしたら俺は新規事業に専念したい。なんと俺はまた会社を譲り受けることになったのだ。合併した会社はさらに大きくなった。そして俺は億万長者になった。母親には1億円の家をプレゼントしてとてもいい生活をしてもらっている。親孝行ができて本当によかった。そして俺は学歴なんて関係ないということを証明した。会社をクビになった後、加藤はどうなったのか。聞いた話によると、加藤の親は不祥事が発覚し、政界から追われることになったらしい。そしてコネを使える会社もなくなったので、加藤は転職がうまくいかず、今は居酒屋で雇われ店長をしているらしい。今度加藤の店に飲みにでも行って、一番高い酒でも飲んでやりましょうか。まあ面白そうね。そう言って俺と松野さんは笑い合った。俺はこれからも2人の社長から譲り受けた会社を大切に育てていき、いつか日本一の会社にできるように日々邁進していきたい。